解説。2007年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえ、マリサ、2007年ってどんな映画が公開された年だったか覚えてる？おお、2007年は映画界にも大きな影響を与えた年だったぜ。いろんなジャンルで名作が登場して、観客を驚かせたんだ。そんなにすごかったんだ。例えば、どんな映画があったの？そうだな。例えば、パイレーツ・オブ・カリビアン・ワールド・エンドや、ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団。それに、トランスフォーマーなんかもあったし。ああ、それなら知ってる。でも、2007年に公開された映画って結構幅広いジャンルがあったんだね。そうだぜ。アクションからファンタジー、アニメ映画まで、本当にバラエティ豊かな作品が揃っていたんだ。今回はその中でも特に印象に残る映画をランキング形式で紹介していくぜ。わあ、楽しみ。どんな映画がランクインしてるのか、すごく気になる。それじゃ、10位から1位まで、どんどん発表していくから楽しみにしててくれよな。第10位、僕をサム。第10位は、勃興だね。これは中国の戦国時代を舞台にした映画で、戦略と哲学がテーマなんだよね。その通りだぜ。霊夢。勃興は紀元前370年頃、戦国時代の中国が舞台なんだ。実は、攻撃をせずに守り抜く飛行を信念とする集団牧歌が登場する映画なんだよ。飛行って、攻めずに守るってことなの？そうだな。勃興の物語は、戦国時代の大国朝から送られた猛将公園中が率いる10万の大軍に立ち向かう、たった4000人の住民しかいない領上の防衛戦を描いているんだ。うわぁ、それはすごい数の差だね。どうやってそんな少ない兵で、大軍を守るの？そこが面白いところなんだ。両王が牧歌に援軍を求めたところ、やってきたのはなんと、身なりの粗末な隔離という一人の男だったんだ。隔離さん、どうして一人だけできたんだろう？隔離は、1ヶ月だけ耐えれば、長軍は撤退するだろうと王に伝え、全権を与えられることになるんだ。彼は城を守る準備を開始し、その後、始まった長軍の猛攻に対して牧歌の秘策で持ちこたえるんだよ。その秘策って、どんなものなの？隔離は巧妙な戦術と知恵で、敵の攻撃をしのぎ続けるんだ。さらに、城の兵士や民衆の心を次第に掴んでいくんだよ。その過程が映画の中で描かれていて、戦いの中での信念や戦術がすごく深いんだ。すごいね。勃興って、ただのアクション映画じゃなくて、戦術や哲学がしっかりと描かれているんだね。そうだぜ。勃興は、戦争映画としての迫力だけじゃなく、ボッケの思想や戦術が映画全体に色濃く反映されていて、戦いの哲学がテーマになってるんだ。それを見ながら考えさせられる映画なんだね。私も興味が湧いてきたよ。絶対に面白いから、ぜひ見てみてくれよな。第9位、トランスフォーマー。第9位はトランスフォーマーだね。これ、あのロボットたちが変形する映画だよね。お、レイムも知ってるんだな。トランスフォーマーは、あの有名なおもちゃを元にした映画で、ロボットが車や飛行機に変形する、まさにアクション満載の映画だぜ。ロボットが変形するって、すごくかっこいいよね。でも、映画の中ではどういうストーリーになっているの？トランスフォーマーは、地球にやってきた2つのロボット軍団、オートボットとディセプティコンの戦いを描いてるんだ。オートボットは地球を守ろうとする善のロボット軍団で、ディセプティコンは地球を支配しようとする悪の軍団さ。地球がその戦いの舞台になるの？その通り、オートボットとディセプティコンは、地球で争いながらも人間と共闘することになって、主人公のサムという少年がその戦いに巻き込まれるんだよ。少年が戦いに巻き込まれるの？そうだぜ。サムは、最初は普通の少年だったんだけど、車を買おうとしたら、なんとその車がオートボットの仲間、バンブルビーだったんだ。それをきっかけに、サムはオートボットと協力して、ディセプティコンとの戦いに参加することになるんだよ。バンブルビーって、車だったのがロボットに変形するんだよね。それがかっこいいなぁ。そうそう。バンブルビーは可愛くて頼りになるキャラクターだし、ロボットが変形するシーンは圧巻だぜ。映画全体がアクションシーンで埋め尽くされてて、
特にトランスフォームする瞬間の迫力は見逃せない。それにしても、悪のロボット軍団と戦うって、めちゃくちゃエキサイティングだね。まさにその通り。トランスフォーマーは、アクションと CG の技術がすごくて、見てるだけでワクワクしちゃう映画なんだ。ロボットたちが変形するシーンの迫力もすごいから、まさに映画館で見る価値がある作品だぜ。確かに、あの変形する瞬間は何度見ても驚きだもんね。私も映画館で見たくなってきた。そうだろ？トランスフォーマーは、どんな人にも楽しめる映画だから、ぜひチェックしてみてくれよな。第8位、300。第8位は、300だね。これは、なんだか迫力満点の映画って感じがするけど、どんな内容なの？その通りだぜ。レイム。300は、古代ギリシャのスパルタ王レオニダスと彼の勇敢な兵士たちが、ペルシャ帝国の大軍に立ち向かう実際の戦いを元にした映画なんだ。スパルタ王といえば、すごく強い戦士たちが戦ったんだよね。でも、あんなに少ない人数で大軍に立ち向かうなんて、どうやって勝つの？スパルタの兵士たちは、数では劣っていたけど、戦術と勇気で勝負を挑んだんだ。300は、その決死の戦いが描かれているんだよ。それって、すごく勇気のある戦いだね。映画の中ではどんな戦いが繰り広げられるの？映画の中で描かれるのは、スパルタの兵士たちがペルシャ軍に立ち向かう壮絶な戦いだ。特に、映画の特徴的なビジュアルが印象的で、戦闘シーンの映像美がすごく強調されているんだ。映像美って、どういうこと？この映画は、グラフィックノベルを原作にしているから、絵画的なシーンが多いんだ。背景やキャラクターの色合い、戦闘の流れがすごくアート的に見えるんだよ。まるで絵の中に入っているような感じなんだ。それはすごく魅力的だね。でも、戦いのシーンはどうしてあんなに迫力があるんだろう？映画の戦闘シーンは、スローモーションを使ったり、アクションの振り付けがとてもスタイリッシュに描かれているんだ。特に近接戦闘のシーンが魅力的で、迫力満点だし、見ていると引き込まれるよ。うわぁ、アクション満載で手に汗握る展開になりそう。でも、スパルタの兵士たちはどんな人たちだったの？スパルタの兵士たちは、幼少期から厳しい訓練を受けているんだ。そのため、戦士としての能力が非常に高いんだよ。映画の主人公、レオニダス王もそんな戦士の一人で、強さとリーダーシップを兼ね備えているんだ。なるほど。彼らの強さと団結力が、この壮絶な戦いを可能にしたんだね。その通り、300は、戦争映画としての迫力だけでなく、英雄的な戦士たちの精神的な強さも描かれているんだ。まさに心を揺さぶる映画だぜ。それを見て、私ももっと強くなれる気がするよ。アクション映画好きな私にぴったりだね。絶対に楽しめる映画だから、ぜひ見てみてくれよな。第7位、ゾディアック。第7位は、ゾディアックだね。なんだかちょっと怖い映画っぽいけど、どんな内容なの？そうだな、レイム。ゾディアックは、実際に起きた未解決の連続殺人事件を元にした映画だ。1970年代にアメリカで起こったゾディアック殺人事件に焦点を当てているんだ。実際の事件を映画にしたの？それはちょっと怖いかも。怖いけど、映画は単にホラーやスリルを追求するだけじゃないんだ。この映画は、事件の背後に潜む謎と、事件を追うジャーナリストや警察の苦悩を描いてるんだよ。ジャーナリストや警察が事件を追うんだね。どうしてこの事件はそんなに解決されなかったの？ゾディアック殺人事件は、犯人が自ら新聞に暗号を送ったり、メディアを操作したりしていたため、事件は非常に複雑で捜査が難航したんだ。犯人が捕まらないまま今も続いている未解決事件なんだよ。それが映画の中でどう描かれているの？映画では、事件を追うことに執念を燃やすジャーナリスト、ロバート・グレイスミスと警察官たちの視点から物語が展開されるんだ。彼らがどんな苦悩を抱えながら真実に迫ろうとするのかが、観客に深い印象を残すんだよ。そんなに謎が深い事件だったんだね。ジャーナリストが果たして事件の真相を突き止められるの？映画は結末を観客に任せる形になっているんだ。
犯人は結局捕まらないし、真相は完全には明かされない。だけど、犯人が送りつけた暗号やメッセージの謎を追い続ける彼らの姿に、どこか切なさも感じるんだ。それって、事件の解決が難しいだけじゃなく、真実に迫ろうとする人々の気持ちが伝わってくるんだね。まさにその通り、ゾディアックは、単なるサスペンス映画じゃなく、人間ドラマとしても深い作品なんだ。事件の背後にある人々の苦しみや、答えの見えない闇に対してどう向き合うかが描かれていて、見る者に強い印象を与えるんだよ。それを聞くとますます気になるよ。事件の謎がどう展開していくのか、どんな結末が待っているのか気になっちゃう。この映画は見終わった後にずっと考えさせられる作品だから、ぜひ見てみてくれよな。第6位、アム、レジェンド。第6位は、アイアムレジェンドだね。これ、ウィル・スミスが主演しているゾンビ映画って聞いたけど、どんな内容なの？そうだぜ、レイム。アイアムレジェンドは、ウィル・スミスが主演する SF サバイバル映画で、地球上で唯一の生存者として生き残った科学者が、ゾンビのような感染者たちと戦う姿を描いているんだ。地球上で唯一の生存者って、なんだか孤独そうだね。でも、どうしてそんな状況になっちゃったの？実は、映画の背景には、あるウイルスが原因で世界が壊滅的な状況になってしまったんだ。そのウイルスは、最初はがん治療に使われていたんだけど、突然変異して人々をゾンビのような感染者に変えてしまったんだよ。なるほど。そのウイルスが原因で人類はほとんど滅びちゃったんだね。じゃあ、ウィル・スミスの役はどういう人物なの？ウィル・スミスが演じるのは、ロバート・ネビル博士という科学者だ。彼はウイルスの治療法を探し、唯一生き残った人間として、毎日孤独に過ごしながら、ゾンビに囲まれたニューヨークで暮らしているんだ。そんな中でも、ネビル博士は希望を捨てずに治療法を探しているんだね。でも、どうやって感染者と戦っているの？ネビルは、感染者たちから身を守るために、武器を使いながら毎日必死で生きているんだ。映画では、彼が試行錯誤しながら過ごしていく様子が描かれていて、最も印象的なのは、彼が唯一の仲間として愛犬サムと過ごしているところだ。犬と一緒に過ごすシーン、きっととても感動的だね。その通り、サムとの絆は、映画の中でとても重要な役割を果たしているんだ。孤独な状況の中でサムがネビルの支えになり、彼の人間らしさを引き出すんだよ。でも、そんなに厳しい状況で、最後にはどんな展開が待っているんだろう？その結末がまた、この映画の大きなポイントだ。アイアムレジェンドはサバイバル映画だけでなく、人間の希望や絶望、そして最後のチャンスにかけるドラマが描かれているんだ。何が正しいかを問いかける映画だから、見終わった後に強い余韻が残るんだよ。それはとても心に響く映画になりそうだね。ウィル・スミスの演技力にも注目だな。絶対に見逃せない映画だぜ。ぜひ見てみてくれよな。第5位、ピアノの森。第5位は、ピアノの森だね。これは、音楽をテーマにした感動的な映画で、ピアノをめぐる友情と成長の物語だよね。その通りだぜ。レイム。ピアノの森は、音楽の力で人々が成長していく姿を描いた作品なんだ。主人公は一ノ瀬海っていう少年で、彼の隣には雨宮周平っていうピアニストを目指す男の子がいるんだよ。一ノ瀬海って、どんな人物なの？そして周平はどんな役割を果たしているの？海は、特別な才能を持ちながらも、ピアノを習ったことがない少年なんだ。彼が物語の中で弾くピアノの森に隠された謎を解きながら、周平と共に成長していくんだ。一方、周平はピアニストを目指して練習に励んでいるんだけど、海の自由奔放な演奏に強く心を動かされて、ライバル心を抱くんだよ。周平は本格的にピアノを練習しているのに、海が自由に弾いていることで競い合うんだね。それが二人の友情にどう影響するの？まさにその通り、周平は父親のようなピアニストになるため、厳しい練習を重ねてきたんだけど、海は全く違う。ピアノの楽譜すら読めないし、ピアノを習ったこともない。でも、彼の演奏はなぜか人々の心を引きつけるんだ。
それって、すごく魅力的な対比だね。でも、二人の関係はどう進展していくの？二人の関係は、単なるライバル同士ってわけじゃなく、どんどんお互いに影響を与え合っていくんだ。カイはピアノを弾く楽しさに目覚め、周平はカイのように自由にピアノを楽しむことを学んでいくんだよ。結局、音楽を通じてお互いに成長していくんだ。それって、すごく素晴らしい成長の物語だね。音楽が二人の友情を深め、二人をつなげていくんだね。その通り、ピアノの森はただの音楽映画じゃなく、ピアノを通して成長し、友情を育む姿が描かれているんだ。見るたびに感動して、心が温かくなる作品だから、絶対に見てみてくれよな。私もぜひ見てみたい。音楽って、心を動かす力があるんだね。第4位、スパイダーマン3。第4位は、スパイダーマン3だね。あのスパイダーマンが戻ってくるんだよね。でも、前作と何か違うのかな？そうだな、レイム。スパイダーマン3は、ピーター・パーカーがスパイダーマンとしての自分と、普通の青年としての自分をどうバランスを取るかが描かれるんだ。でも、今回はただのヒーロー映画じゃないんだよ。どんなところが前作と違うの？単に敵が強くなるだけじゃないんだよね。その通り、今回はピーター・パーカーが内面的に葛藤しているんだ。新しいスーツを手に入れたことで、彼の中のダークな部分が引き出され、性格が変わってしまうんだよ。あの黒いスパイダーマンスーツが重要なポイントなんだ。あの黒いスーツって、どんな役割を果たすの？黒いスーツは、ピーターに強大な力を与えるけど、その力を持つことで彼の心が次第に暗くなっていくんだ。悪に染まりかけたピーターが、どんどん感情的に暴走してしまうんだよ。それって、すごく面白い展開だね。ピーターがヒーローでありながら、ダークサイドに引き寄せられていくなんて。でも、悪役も強くなっているんだよね。そうなんだ。今回は、ヴィランとしてサンドマンとベノムという強力な敵が登場するんだ。特にベノムは、スパイダーマンと同じ力を持っていて、ピーターと対決することになるんだよ。ベノムって、スパイダーマンと同じ力を持っているんだよね。それじゃ、激しい戦いが繰り広げられるんじゃない？その通り、ピーターとベノムの戦いはすごく迫力があって、アクションシーンも満載だ。でも、ただの戦闘じゃなく、ピーターの心の葛藤や、友情、裏切りといった人間ドラマが展開されるんだ。心の葛藤も描かれているんだね。単なるヒーロー映画じゃなくて、ピーターの成長がテーマになっているんだ。その通り、スパイダーマン3は、ピーター・パーカーがどんなに強力な力を持っていても、心の中でどんな選択をするかが重要だってことを教えてくれるんだよ。それって、ヒーロー映画としても、人間ドラマとしても深いメッセージがあるんだね。私も見たくなったよ。第3位、西遊記。第3位は、西遊記だね。これって、あの有名な物語を元にした映画だけど、ちょっと違うの？そうだぜ、レイム。西遊記は、2007年公開の日本の映画で、テレビシリーズの第6巻と第7巻の間に隠されたサイドストーリーが描かれているんだ。サイドストーリーが描かれているんだね。でも、ストーリーはどうなってるの？物語は、三蔵法師とその弟子たち、孫悟空、猪八戒、沙悟浄が天竺を目指して旅を続けている途中に、荒廃した王都、古聖、風チェンに立ち寄るところから始まるんだ。古聖って、どんな場所なの？かつては緑豊かな土地で、裕福な国だったんだけど、金閣大王と銀閣大王という二人組の妖怪が現れて、国王と王妃を亀の姿に変え、すべての資源と勇気を奪い取ってしまったんだ。それって、すごく恐ろしい話だね。でも、悟空たちはどうするの？国王の娘である王女黎明の嘆願を受けて、悟空たちは金閣大王と銀閣大王を倒し、個性を救うために山へ向かうんだよ。そうか、勇敢な三蔵法師と弟子たちが、今度は妖怪兄弟と戦うんだね。その通り。でも、戦いだけじゃなくて、この映画には仲間との絆や成長も描かれているんだ。悟空たちがどんな風に困難に立ち向かっていくのか、見どころがたくさんあるんだよ。それは楽しみだね。でも、
金閣大王と銀閣大王って、どんな妖怪なの？金閣大王と銀閣大王は、強力な妖術を使いこなす二人組の妖怪で、それぞれが非常に力強い。彼らを倒すためには、三蔵法師たちの知恵と協力が必要なんだ。なるほど。やっぱり友情や協力が大事なテーマなんだね。そうだ。西遊記は、アクションと冒険が満載だけど、仲間との絆が深く描かれていて、感動的なシーンも多いんだ。妖怪との戦いを通して、悟空たちの成長が描かれるんだよ。それはすごく面白そう。私も見てみたくなったよ。絶対に楽しめるから、ぜひ見てくれよな。第2位、ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団。第2位は、ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団だね。これは、シリーズの中でもかなり重要な作品だよね。その通りだぜ。レイム、不死鳥の騎士団は、ハリー・ポッターシリーズの5作目で、ボルデモートが復活した後のハリーと仲間たちが直面する大きな試練が描かれているんだ。それって、ものすごく大きな出来事だね。でも、この映画ではどんなことが起きるの？映画では、ハリーがウィーズリー家での夏休みを過ごしているところから始まるんだ。だが、魔法界ではボルデモートが復活したことを信じない人たちがいて、ハリーは孤立してしまうんだよ。周りの人がハリーを信じてくれないのは辛いね。でも、その後どうなったの？ハリーは、ホグワーツに戻るとすぐに、不死鳥の騎士団という秘密の組織を結成するんだ。これは、ボルデモートとその支持者に立ち向かうための集団で、ハリーを中心に、ダンブルドアの助けを借りながら、仲間たちが戦う準備をするんだ。不死鳥の騎士団って、どういう意味があるの？不死鳥は、死から蘇る伝説の鳥。不死鳥の騎士団は、魔法界の自由を守るために、命を懸けて戦う勇敢な人たちの集まりなんだ。その中にはハリーの仲間であるハーマイオニーやロン、さらにはシリウス・ブラックも加わるんだよ。それって、すごい仲間たちだね。でも、この映画での一番の見どころってなんだろう？一番の見どころは、やはり神秘の部屋のシーンだな。ハリーが不死鳥の騎士団を導いて、ボルデモートの部下との壮絶な戦いを繰り広げるんだ。また、ハリーがダンブルドアの秘密を知ることで、彼自身の成長も描かれるんだよ。ハリーがどんどん成長していく様子も描かれるんだね。でも、この映画のテーマは何かな？この映画のテーマは、信頼と友情だと思う。ハリーは仲間たちとの絆を深めながら、自分の力を信じて戦う。友情がどれだけ強力な武器になるか、そしてその絆がどれほど大切かが描かれているんだよ。なるほど。友情がすごく大事なテーマなんだね。すごく感動しそう。絶対に心に残る映画だから、ぜひ見てくれよな。第1位、パイレーツ・オブ・カリビアン・ワールド・エンド。第1位は、パイレーツ・オブ・カリビアン・ワールド・エンドだね。この映画って、シリーズの最後に近い大作だったよね。その通り、レイム、ワールド・エンドは、ジャック・スパローの冒険の中でも特に壮大で、シリーズのクライマックスにふさわしい作品なんだ。特に戦いの規模が大きくて、どんな海賊映画でも見たことがないようなアクションが詰まってるんだよ。ジャック・スパローが再登場するんだよね。でも、今回はどういう冒険が待っているの？今回の物語では、ジャックが死んだと思われていたところから始まるんだ。でも実際には、ジャックはデイビ・ジョーンズと契約を結んだ後の世界に閉じ込められていて、仲間たちが彼を救い出すために冒険を繰り広げるんだ。ジャックが閉じ込められているって、すごく危険な感じだね。でも、仲間たちがどうやって彼を助けるの？ジャックを救うために、ウィル・ターナー、エリザベス・スワン、そしてさらには海賊たちの大集結が起こるんだ。世界の終わりとも言われる戦いが繰り広げられて、海上での壮絶なバトルが迫力満点なんだ。それって、すごくドキドキする展開だね。でも、ジョーンズ船長との戦いはどうなっているの？デイビ・ジョーンズは、海の支配者のような存在で、ジャックの宿敵として登場するんだ。彼の船、フライングダッチマンとの激しい戦闘が物語の大きな見どころで、さらにキャラクター同士の裏切りや信頼の問題も絡んでくるんだよ。
キャラクター同士の信頼や裏切りが関わってくるんだね。それにしても、この映画の一番の魅力ってなんだろう？やっぱり、映画全体のエンターテインメント性だな。ジョニー・デップ演じるジャック・スパローのユーモアとクレイジーさはもちろん、壮大な海賊戦争の中で繰り広げられるドラマが、シリーズの中でも特に感動的なんだよ。なるほど。冒険と感動が絶妙に融合しているんだね。でも、映画のラストはどうなるの？ラストシーンも大きな盛り上がりが待っていて、ジャック・スパローの姿勢がまた違った意味で感じられるんだよ。物語が進む中で、ジャックの人間的な成長も描かれていて、観客に深い印象を与えるんだ。それは気になる。パイレーツ・オブ・カリビアンの世界に没入できること間違いなしだね。その通り、ワールドエンドは、壮大なスケールとキャラクターたちの成長、そして海賊の冒険が詰まった、まさにシリーズのクライマックスにふさわしい作品だ。ぜひ見てみてくれ。総評またはまとめ。いやー、いろんな映画を紹介してきたけど、どれも本当に面白かったね。特にアクションや友情、成長のテーマがしっかりと描かれていて、見ているこっちもワクワクしっぱなしだったよ。そうだな。映画って、ただの娯楽だけじゃなくて、深いメッセージを届けてくれるから面白いんだよな。西遊記のように仲間との絆や、スパイダーマン3で描かれる心の葛藤、ハリーポッターで見せる信頼と友情、それぞれの映画が違った感動を与えてくれたぜ。それにアクションが満載だったり、心温まるドラマがあったり、どの映画も何かしらの教訓をくれる感じがしたな。どれも見る価値があったよ。そうだな。映画はエンターテインメントだけじゃなくて、人々の心を動かす力があるんだ。だから、何度見ても新たな発見があるんだよ。これで気になる映画がいくつか見つかったから、早速見てみるよ。みんなもきっと楽しめると思う。その通り、どの映画も心に残る作品だから、みんなもぜひ見て、感動をシェアしてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。